こんにちは、ぴょんです。長野県にあるカナウカン山に宿泊しました。松本市の中心部から少し離れた里山辺の美しが原温泉。このエリアには湯の原、藤井、そしておぼけという3つの源泉があり、カナウカンはそのおぼけに唯一残る貴重な温泉宿です。客室数はわずか6室、本館5室、離れ1棟のみの静かな温泉旅館です。創業は1928年、4代続く老舗で、間もなく100周年を迎えようとしています。カナウ館のコンセプトは、時と止まる。昭和初期に建てられた木造3階建ての宿屋をもう100年残したいという思いのもと、近年大規模な改装が行われました。地元の職人さんや作家さん、宮大工さんの手により、大変美しい建築に仕上がっています。改装の際に大切にしたのは、時とともに味わいが増す自然な素材を用いることだそうで、次の100年に残せるよう、良質な素材にこだわり、シンプルで落ち着いたデザインを採用されています。チェックインは15時です。この美しいお庭に面したラウンジで手続きを行いました。今回私たちはお庭の向こう側に見える最上級客室の離れを予約しています。ラウンジでは好きな時にコーヒーをいただくこともできます。廊下を挟んでラウンジと反対側にはダイニングルームがあります。本館から明るい渡り廊下を渡った先に離れの特別な建物が建っています。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。美ヶ原温泉は1300年余りの歴史を持ち、湯の起源は8世紀頃まで遡ります。古くはつかまの湯と呼ばれ、その名は日本書紀にも記されました。カナウ館の始まりは、瓦屋を営んでいた初代カナウ氏が、怪我で療養していた際に、このおぼけの地に温泉が出ると信じ、温泉掘削と旅館開業を夢見たことがきっかけです。怪我からの回復後に私財を投じて温泉掘削を開始し、幾多の困難がありながらも、見事夢くにあたり、1928年に旅館を開業しました。当時としては珍しい木造3階建ての本館を建設、そしてその4年後の1932年には別館が建てられました。今、私たちが宿泊している離れがその別館です。今回は7月の上旬に訪れました。緑がキラキラ輝いていて、夏の始まりを感じます。とつきのお菓子として自家製の枝豆大福をいただきました。銅でできた暖炉がかっこよく、とても存在感があります。妥協のない素材選びが高級感につながっていると思いました。木、石、金属が巧みに組み合わされ、洗練された空間を作っています。この離れのお部屋は最大8名まで宿泊可能です。寝室が3つありますので、順番にご覧に入れましょう。
まず最初にご紹介するのは1のお部屋です。リビングとベッドルームからなり36平方メートルある広々した空間です。ベッドはシングルサイズが2台並んでいます。桜や竹で造作された1932年の建築当時の意匠をそのまま残し、床は板張りにすることで和の趣が存分に感じられる洋室の仕様になっています。建築当時から残る貴重な手吹きガラスの建具越しにお庭の緑と流れる水の音が心地よい贅沢な一室です。綺麗に改装され、昔と今がうまく融合しています。空間を彩る調度品やインテリアは、どれも一つ一つが洗練されており、眺めているだけで心惹かれる素敵な空間です。お部屋の片隅にあるクローゼットには、館内でゆったりとくつろげる浴衣や羽織、そして旅靴下が用意されていました。また、それぞれの寝室には専用のお化粧室が備わっており、歯ブラシとドライヤーがすっきりと整えられています。トイレは TOTO のネオレスト。古い建物の趣を大切にしながら、要所要所が快適に改修されているところにも、カナウ館らしい心遣いを感じました。続いては2階をご案内いたします。1、2、3、3つの寝室は、どのお部屋で何名寝るか、宿泊前日までに人数の割り当てをお宿へ伝える方式です。私はどのお部屋を選ぼうかとても迷いましたので、この動画が皆様のご参考になりましたら幸いです。こちらは2のお部屋です。1932年の建築当時は4畳半のお部屋が2つ並んでいました。その2つの4畳半のお部屋をつなげて1つにしたのがこの2のお部屋です。ベッドはダブルサイズが2台置かれています。2つのお部屋はつながっているものの、半個室のように壁で仕切られていますので、程よくプライベートな空間です。こちらのお部屋は窓から自然光がよく入り、お部屋全体を明るく包み込んでいます。窓際にしつらえられたソファースペースも心地よい場所です。各寝室にもお水や電話、懐中電灯などが置かれています。ベッドとベッドの間にクローゼットがあり、1の寝室と同様に浴衣と羽織、旅靴下が入っていました。ハンガーも素敵な質感のものです。入り口付近に洗面所とお化粧室が設けられています。歯ブラシセットやほくろく総水のハンドソープが用意されていて、ドライヤーは可動区オーラです。トイレはすべてネオレスト、明るく清潔感のある空間です。3つ目の寝室3のお部屋を見てみましょう。3のお部屋は同じ2階で2のお部屋のお隣にあります。離れの中で唯一の和室である3は、すき家の意匠を取り入れたシンプルで美しいお部屋です。窓辺の欄干や吟味された素材の一つ一つに伝統的な日本家屋の奥ゆかしさが感じられます。階段を降りて再び1階へ戻ります。先ほどのリビングを通り過ぎ、廊下の奥へと進んでみましょう。こちらには水屋があります。
まず目に留まるのは美しいガラスの食器棚です。中にはワイングラスやロックグラスをはじめ、ティーカップ、お茶の道具まで用途に合わせて丁寧に揃えられています。後ろを振り返るとシンクとコーヒーコーナーがあります。置かれているのはスイスユーラ社製のエスプレッソマシンです。銅製でしつらえられたシンクがかっこいいです。冷蔵庫の中にあるミネラルウォーター、ビール、ソフトドリンクはすべて追加料金なしでいただけます。廊下のさらに奥にはお化粧室があります。どの空間を切り取ってみても細部まで素敵なデザインです。驚いたことに、この広い離れには全部で4つものお手洗いが備わっています。随所に心地よい滞在への心配りが感じられました。そして最後に楽しみにしていた客室の温泉をご紹介いたします。こちらは源泉かけ流しの温泉です。外から差し込む光が夢に揺らめき、木々の緑や風の気配まで身近に感じられる本当に美しい空間です。浴室には2方向に大きな窓が設けられており、すべて引き込むとまるで屋外の湯船に浸かっているかのような開放感に包まれます。泉質は pH 値 8.81 のアルカリ性単純温泉で、柔らかく滑らかな肌当たりが特徴です。シャンプーやコンディショナー、ボディーソープのほか、基礎化粧品もほくろく総水で統一されています。洗面所にはアメニティが用意されています。ヘアブラシやヘアコーム、カミソリには自然環境に配慮した竹素材が使われていました。他にもヘアゴム、洗顔フォームが置かれ、タオル類は豊富な枚数がしっかり揃っています。玄関脇の土間には小さなショップギャラリーが設けられています。ものづくりの文化が息づく松本らしい器や品々が並び、カナウ館の世界観を映した美術館のように清らかな空間です。浴室棟は地元の宮大工さんが釘などの金物を一切使わずに組み上げた総ヒノキ造りの見事な建物です。貸し切り風呂は予約の必要がなく、空いていれば好きな時に利用できます。アメニティやタオルも揃っているため、お部屋からは何も持たず、ふらりと訪れられるのも嬉しいところです。諏訪の鉄平石とぬくもりある木の壁に囲まれた内湯です。低めに配置された窓のおかげで、お湯に浸かりながらちょうど良い高さに、風情あるもみじと石の庭を望むことができ、自然の川にゆったりと浸かっているかのような、心穏やかな気分になれます。大浴場は隣り合って、光の湯と影の湯の2種類あり、滞在中に男女が入れ替わります。脱衣所と露天風呂の間には独立したシャワーブースが用意されています。清潔で落ち着いた空間です。大浴場は湧き出た温泉がお庭の池のように静かに広がり、小屋組の美しい大屋根に守られるような安心感と心地よい開放感に包まれます。こちらの影の湯は荘園で色付けされた黒い壁が印象的です。切り立つように組まれた山ベースの庭園の中に静かに沈み込むような落ち着きがあります。天井が高く木組みが美しいです。
自然の空気と季節の移ろいを存分に感じていただきたいとの思いから、大浴場にはあえて内湯を設けず、露天風呂のみの作りとなっています。カナウ館のお食事はとても美味しいと定評があります。離れの宿泊者はお部屋食で、それ以外のゲストは本館のダイニングでお食事をいただきます。一品目は名製の茶碗蒸しです。滑らかな茶碗蒸しに鮮やかなフルーツトマトのすり流しを重ね、上には涼やかな純菜が添えられています。口に含むと、お出汁の旨味にトマトの自然な甘みと程よい酸味が重なります。続いては新玉ねぎのじゃこ揚げです。表面には細かなじゃこをたっぷりまとい、香ばしく揚がったじゃこがカリカリと良い食感です。しっとりと柔らかな新玉ねぎのみずみずしさと甘みが際立ちます。3品目は季節の味覚を盛り合わせた8寸です。僕から順に石川県能登産の糸もずく、お出汁がじんわりと染みたわらびとお揚げを炊いたもの、しっとり柔らかいタコの柔らかに。さらに甘みがはじけるトウモロコシのかき揚げ、ピリッとした刺激の枝豆の山椒に餃子ニンニクを添えた味わい深い鴨肉と旬の味覚を少しずつ堪能できる、なんとも贅沢な盛り合わせです。とあんは揚げなすのすり流しに地元大久保醸造店の白味噌を合わせたものです。中には香ばしく焼かれたナスも入っています。ナスのコクと白味噌のまろやかさが溶け合う優しく豊かな味わいです。長野のお酒を注文しました。続いては馬刺しです。長野には昔から馬肉を味わう食文化があります。全く癖がなく食べやすい味わいです。6品目は安曇野周辺の川で育った鮎の塩焼きです。香ばしく焼き上げられた鮎はサクサクで頭から尾まで美味しくいただけます。お次は穴子にトマト、みょうが、おかひじき、きゅうりを合わせたさっぱりとした一皿です。ふっくらとした穴子にみずみずしい夏野菜とみょうがの清涼感が重なり、お口の中がすっと整えられます。焼き物は信州牛のイチボです。炭火で焼かれたお肉からはふわりと香ばしい炭の香りが広がります。地元産のお野菜も添えられ、手前に用意されたのびる味噌の素朴で力強い風味がお肉の味わいをさらに引き立てていました。お食事はちりめん山椒のご飯に青さとネギのお味噌汁、かぶの浅漬けです。ふっくらと炊き上がったご飯にちりめんじゃこの旨味と山椒の香りがよく合い、最後までお箸が進みます。デザートはほうじ茶とレモンのアイスクリームです。酸味はほとんどなく、レモンの綺麗な香りとほうじ茶ミルクのような香ばしくまろやかな味わいが調和しています。信州の里山が育んだ旬の恵みを存分に味わうことができました。独創的なお料理でありながらも素材の持ち味が生かされていて、なんだか穏やかな印象を受けました。どのお料理もとても美味しかったです。おはようございます。静かな朝です。階段を降りてリビングへ向かいます。
のお部屋も窓が多く設けられ、すがすがしく明るい空間が広がっていました。外へ出れば、澄んだ空気の中に鳥たちのさえずりが響いています。離れの宿泊者は朝食もお部屋でいただきます。土室の中には艶やかに輝く安曇野産のコシヒカリ。粒がふっくらと立っています。玄米麹のお味噌汁。烈公あんのかかった温かいお豆腐。漆器には地の恵みを少しずつ味わえる6種類のお料理。戸田しをたっぷり含んだがんもどきとおなすに丁寧に炊かれたニシンのうま煮。口当たり滑らかなとろろと風味豊かな夏野菜の味噌炒め。シャキッとしたスナップエンドウのごま和えにさっぱりとした香梅のしば漬けです。こちらの落ち着いた風合いと上品な艶が美しい漆器は今から150年以上前の1872年に作られたものです。旅館を営む以前、かなう館が瓦屋であった頃に掲示で使われていたもので、長い間お蔵の中で大切に保管されていました。それを地元松本の漆作家さんの手によって丁寧に塗り直し再び蘇らせ、現在では朝食で使われています。デザートはメロンとブルーベリー。最初から最後まで本当に素晴らしい滞在でした。建築が素晴らしく、お食事が美味しく、接客も親切で、またぜひ違う季節にも訪れたいです。チェックアウト後には、お宿から車で30分ほどの場所にある安曇野のわさび農場へ参りました。お食事でいただいたわさびや鮎、お米はこんなにも美しい地域で育ったものだったのですね。アクセスについてご案内いたします。かなう館は長野県松本市の美ヶ原温泉に位置しています。東京都心からは中央自動車道と長野自動車道を利用して車でおよそ3時間、公共交通機関の場合は北陸新幹線を利用して約3時間半です。今回は梅雨の真っ只中に伺いましたが、なんとかお天気が持ちこたえ、過ごしやすい気候でした。それでは料金の発表に参ります。この動画がご参考になりましたら、ぜひ今のうちに高評価ボタンを押してくださいね。1日1組限定、かなう館の最上級客室離れ、非常に広い庭園8名のお部屋に大人2名で宿泊。上質な地元の食材を堪能できる美味しい夕食と朝食の2食付き、1泊2日、大人2名の合計金額はおいくらでしょうか？正解は11万8800円でした。お宿の経営者などプロの方へ向けて執筆した記事、高級宿顧客満足度改善マニュアル絶賛公開中。高級宿に100件以上宿泊して得た知見をすべて注ぎました。詳しくは概要欄をご覧くださいませ。実際にかなう館に宿泊した感想として全てが素晴らしかったです。大変良心的な価格だと思います。一緒に行きたい方へこの動画をシェアしていただきますと旅行のイメージを共有できますのでおすすめです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。